こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はこちら、青いサイドミラー、通称ブルーミラーと呼ばれていますが、その性能を検証していきたいと思います。先日、この BMW X5 のサイドミラーを新しくブルーミラーに交換したのですが、その検証をしていませんでしたので、今回いろいろな角度から見ていきたいと思います。とりあえず純正のミラーがまだ外して残っていますので、それと今回のブルーミラーそれぞれきれいに洗って比較をしていきたいと思います。ちなみにこのシャワーノズル、以前動画にしましたが700円くらいでアリエクスプレスで買いました。騙されたと思って買ったんですが、まあの性能なので気に入っています。細かい泡ではありませんが、泡洗車をすることもできます。こちらがもう使わない純正のミラーです。このプラス N で拭き取りましたら、他の窓ガラスはきれいに取れるんですが、小さな水滴が残ったような、そんな感じになりました。すぐ蒸発しますけどね。はい。それでは外に出て、まず色味を見ていきたいと思います。今つけている方がブルーミラー、そして手に持っている方が純正の、いわゆる普通の透明のミラーになります。いろいろ Amazon とかでブルーミラーを見ていると結構青みが強いものが多いと思いますが、僕が購入したのは割と薄めの青だと思います。こう比べてみると分かるんですが、これ単体で見たらあんまり青いと気づかないかもしれません。こうやって上下に並べてみますと分かりますね。はい。それではブルーミラー、実は広角レンズのような広い視野が確保されるということで、僕はこれあんまり実感はしてなかったんですが、これも並べてみると結構違いますよね。それぞれのミラーがカメラから同じ位置になるように置いています。こちらはちょっと純正の方が 1,2 センチ手前になるような感じになっていますが、それを差し引いても大きさ結構違いますよね。これだけ広角になるので、ドライバーが周囲の情報をより多く集めることができて安全に運転ができると。ただ人の目とは不思議なもので、こうやって上下に並べて比較したことがなかったので、ここまで広角になっているとは気づかずに今まで運転をしていました。はい、続いてブルーミラーのメリット、防減性能、太陽だったり後ろの特にハイビームですね、そのライトの眩しさを軽減してくれるという機能です。後部座席の方に LED ライトを置いて両方で映して見ています。露出を変えていろいろ比べていますが、この状態だとあんまり違いはないようですね。続いて暗いところで試してみました。このようにライト、上の照明ですね、それを映してみましたが、ブルーミラーの方が若干この眩しさが軽減されているような、そんな印象は受けます。ただこの広角ということで映り込む映像が小さいので、純正の白い透明のミラーの方が大きく照明が映るというその違いはあると思います。先ほどと同じ LED ライトを後部座席に置いて見てみました。いかがでしょうか。また露出を変えています。僕はこの露出を上げて、そのすごい強い光が夜このサイドミラーに当たった時は結構違いがあるんじゃないかなと感じました。ブルーミラーの方が眩しさちょっと弱いですよね。
この先ほどと同じようにライトの大きさ自体が純正の方が大きく見えるので光が強く見えるのか、そしてこのブルーミラーの方がね、青い色がついているということで若干暗く映るのか、そういった2つの効果で防減機能性能が担保されているのかなと。もしくはまた特殊なコーティングがされているのかもしれません。こうやって肉眼で、そしてカメラで見た感じではブルーライトの方が防減性能やはりあるなと感じました。そしてブルーミラーのまた別のメリット、浸水コーティングがされていると、そういった商品が結構見られます。僕が購入したこの BMW X5E70 用のこのブルーミラーは特にその表記はありませんでした。ちょっと見てみます。霧吹きをねかけていますが、ブルーミラーですねにかけた時とこの純正にかけた時変わりませんね。はい、浸水性能ないのかなと、特別なコーティングはされてないのかなと思いました。そして普通に水をドバッとかけたらどうなるのかなと。そうすると結構ねキレがいいんですよね。特に普通に洗っただけなので、その僕が後からコーティングをしているわけではありません。そして純正はどうなるのかと。そうしますとこっちもキレがいいんですよね一緒です。はい、どっちもよしと。雨が降った時は霧吹きをかけたようなああいう感じでつくと思うので、やっぱ見にくくはなるのかなとは思いました。はい、それでは実際に運転をした感じ、このように映ります。これに慣れてしまったと言いますか、その広角であること自体あまり気づかないでも運転していたので、僕自身は特にその広く見えるという印象はないんですが、でも運転をする分に特に不便だと感じることもなく、知らず知らずのうちにこの広角の視野、そのメリットの恩恵を受けていたのかなと思っているところです。まとめますと、ブルーミラーの広角性能は良し、防減性能もある程度ある、そして浸水コーティングはおそらくされていないだろうという、そういった検証結果になりました。もっと青みの強いブルーミラーを買うと、もしかしたら防減性能もっといいのかもしれません。逆に夜ちょっと見えにくいというデメリットもあったりするようなので、僕はこのぐらいの青みがちょうどいいのかなとも思いました。しばらくこのブルーミラーで運転をしていますが、夜見えにくいと思ったことはまだありません。ということで、この動画が参考になったという方はいいねボタンを、こういったカー用品の検証動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。